さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はアメリカの政治経済についてです。日本に住んでいるとアメリカの動きというのは別に気にしなくていいという持論を持っておられる方もおられるでしょう。しかしアメリカの動きというのは政治経済、外交、軍事様々な分野においても日本に直接影響を与えるものですから、詳しくは知らなくてもまず概要を知っているだけでも日本の今後についてどのようなことが起こるかというのを予想することができます。ですからアメリカで何が起こっているかその概要を知るだけでも私は非常に意味があることだと思います。そして今回そうした意味において概要を知るだけでも非常に重要な出来事というのがアメリカで起こっています。今回取り上げるポイントとしては、まずアメリカの議会選挙、そして大統領選挙、そしてそれらが影響する形でのアメリカ経済の行方についてのお話をします。まず第一にアメリカの議会選挙についてお話をしましょう。アメリカの議会は上院と下院に分かれていて、現在下院においては民主党が優勢です。一方で上院においては50対48とその議席数というものが競り合っている状態でした。この競り合っている状態でジョージア州で2議席の選挙が行われました。ジョージア州で行われた上院議員の選挙においては民主党と共和党の候補者の支持率というものが拮抗しており、実際に蓋を開けてみなければわからないような接戦でした。しかし、アメリカの報道機関によると民主党が2議席とも取ったのではないかといったニュースが流れています。つまり、50対50の同数になるだろうと言われているのです。なんだ民主党と共和党同じ議席数だから引き分けかといったわけではありません。両党の議席数が同じような場合において何か法案の審議をかけた時に50対50でまとまるようなことがあればそれでは話が進みません。ですからこのような場合にはアメリカの副大統領が最後の採択権を持つこととなります。そしてアメリカの副大統領になろうとしているのが民主党のカマラ・ハリス氏です。つまり下院は民主党、上院は民主党、さらには大統領、副大統領も民主党という具合にして民主党の政策決定というものを阻むものが上院でも下院でも存在しないこととなり、アメリカの次期大統領の政策というものが強力に推し進められるような政治状況となったわけです。なおジョージア州で行われたこの議会選挙なわけですが、この選挙においても大統領選の時と同じように選挙時の不正もしくは開票時の不正といった問題が指摘されていますから、今後も訴訟問題などを抱えることとなります。ですから決定的な証拠などが提示されるようなことがあれば、こうした政治状況についても変化があるかもしれません。しかしそういった事情がない限りにおいては政治状況としては議員も上院も民主党が取ったということになります。そしてアメリカの大統領選挙についても進展がありました。アメリカの大統領選挙というのは国民が投票してイコール大統領が決まるわけではありません。その州の持つ人口に応じて選挙人というものが確定し、その選挙人の総数として過半数を超えれば次期大統領が決まるというシステムとなっています。ですからアメリカの大統領選挙というのは国民投票があって選挙人の人数が決まって、その選挙人の人たちが投票してその選挙人の投票数を開票するという非常に何段階にも分かれた手続きを取ることとなっています。1月6日にこの選挙人の投票を開票するということによって次期大統領が確定することとなります。アメリカの副大統領ペンス副大統領はこの開票を拒否するかもしれないという可能性があったので、この開票時まではまだ次期大統領というのは確定していない状態です。ですがペンス副大統領はこの選挙人の投票を開票することに関して拒否はしない方針を示していますから、次期大統領はジョー・バイデン氏で確定するというこうした手続きが進行することとなります。このようにして議会選挙においては下院、上院、民主党、そして大統領についても民主党のジョー・バイデン氏がほぼ確定という状態になりましたから、大統領の進める政策というものを阻むものがないであろうといったこうした政治状況が生まれました。こうした政治状況が大きく影響しそうなのがまず経済の話です。ジョー・バイデン氏は大統領選挙時においては大規模な経済対策を打つということを公言していました。それこそトランプ大統領は何度となく行っていた2020年の経済対策というものよりももっともっと出すべきだというふうにして国民向けのアピールを続けてきたのです。
ですから政治状況においても彼の政策というものを阻むような状況ではないですから、大統領選挙の時から言っていたような大型な経済対策というものを実施するだろう、その実現性が非常に高まったというふうに見られています。ですからそのようにして新たな政治状況に応じた経済対策が打たれる、そしてその経済対策が大きな影響を与えたのが株式市場です。アメリカの株式市場において高騰し、その高騰した状況を受けて日本においても株式市場が高騰する釣れ高という現象が起きています。アメリカの話ではありますが、アメリカの株式市場が上がると日本の株式市場も同じようにして上がるという、この連動性というものは多くの場面で見られることです。なお今回は株式市場は日米において高騰するという反応を見せたわけですが、そこには一つ問題があります。ジョー・バイデン氏は大統領選挙の頃から一つの政策が注目されていました。それは富裕層に対する課税強化、そして企業に対する課税強化、そして規制強化です。アメリカの株式市場を大きく引っ張ってきたのは Google や Amazon といったいわゆる巨大テック企業たちです。これらの企業の一つの特徴として言えるのが、新型コロナウイルスの悪影響というものを大きく受けていない企業たちということです。むしろこうした企業の中には新型コロナウイルスのその経済的な打撃を受けている世界状況だからこそ、さらに業績を伸ばし市場シェアを伸ばすような企業もあります。しかし民主党としてはそうした企業というものが国内市場で支配的な立場を取り大きな富を集積し、一方では節税を合法的に進めている、こうした状況に対して貧富の格差を生み出すものとして規制を強化する動きというものがあります。ですからバイデン大統領が誕生した時には全体経済を押し上げるために大きな経済対策を打つだろうということから、株式市場全体としては上がる方向になったとしても、一方では規制強化されることによってこれまで株式市場を引っ張ってきた大型テック企業についての株価は頭打ちになり、そして資金が逃げ出すかもしれないという、そうした非常に難しい経済状況を生み出しかねないのです。そして富裕層への課税強化の点について言えば、これ自体は多くの人々が支持しています。これは日本人について言っても同じことなのですが、お金持ちに対してもっと税金をかけるべきだと言って多くの人が賛同します。これ自体は別にどこの国でもあり得る話ですから、アメリカにおいても同様です。しかもアメリカにおいては貧富の格差というものが日本以上に激しいものがあります。というのも、世界のお金持ちと呼ばれるような人たちのトップ10にはほとんどがアメリカの企業を創業した人や、もしくは経営者、さらには投資家といった人たちの名前が並んでいます。個人の資産について言っても、1位のアマゾンの創業者であるジェフ・ベゾス氏はあくまでも時価ではありますが、資産総額は10兆円を超えると言われています。また1兆円を超えるといったレベルで言っても、アメリカの名だたる企業の創業者たちの名前が並んだりします。これらの人たちの持っている資産などは、それこそアメリカ国内における貧富の格差だけではなく、世界中から富を集めた結果でもあり、そうした意味においては彼らに対する課税強化を何としてもしようという動きについて国民の支持は得られやすいのです。ただし、そうした格差是正の動きというものはどのような思想に基づいて行われているか、その背景について注目せざるを得ません。もちろん格差を是正すること、それ自体には私も賛成なのですが、その格差是正の元となっている思想というのが、例えばアメリカにおいては非常に嫌悪感を持って言われている社会主義にその答えを求めることができます。大統領選挙のその候補者を選ぶときに行われた予備選挙においては、民主党のバーニー・サンダース候補というものは非常に注目されていました。この人などはそれこそゴリゴリの社会主義者であるといった評判もあるように、富を是正するためには共産主義的な経済対策というものを打つべきだといったところを垣間見せることが多々あります。大企業というものは国民にとって敵であるといった考え方から、大企業に対してはもっともっと課税を強化し規制も強化すべきだといったことが垣間見えるわけです。民主党というのはそのようないわゆる左寄りの人たち、社会主義者の人たちではないかと呼ばれるような人たちが大きな勢力を持っていますから、民主党が政権を取り、その民主党が議会においても多数派を取っているということは、アメリカの方向性として社会主義の影響を受ける可能性が高いというのが、今後のアメリカのその行く末について言っても大きな影を落とす可能性があります。このことは経済対策の話だけではなく、当然のように政治的な方向性について言っても社会主義的な色合いというものが濃くなる可能性があるのです。
ジョー・バイデン氏はそうした意味においては、政治上においては中国の人権問題については強く非難を行い続けるし、また中国がアメリカの覇権を脅かすことには反対であるということを述べていますが、この点について言っても、アメリカの大統領選挙のその中において中国に対して強く言えないような人物であれば支持できないという声を受けて、徐々に中国への批判を強めていくというかなり後出しのものであり、彼自身の考えかどうかというのは非常に怪しい部分があります。それこそ政治信条として本当に中国に対して強く当たるのか、そういった部分については疑問符がつく人物なのです。この部分については別に私が憶測で述べているわけではなく、それこそ彼がオバマ政権時代において副大統領であったことからも、決して彼が対中強硬派ではないということが、まず政治家としての一つの評価としてすでに確立されたものです。ですから、バイデン氏が中国に対して強く言うのはあくまでも大統領選挙時における中国を抑えるべきだというアメリカ国内の世論に押される、もしくはその顔色を伺った部分というのが非常に強いのです。以上のようにアメリカの動きは今非常に激しくなっています。アメリカの議会選挙が終わり、その勢力図というものが民主党が優勢となりました。そして大統領選について言っても手続きが進み、ジョー・バイデン氏が次期大統領にほぼ確定しました。このようなことから新たな政治状況が生まれ、経済状況についても変化が起こり、そして国際情勢について言っても中国については表向きは強いことを言ったとしても、その行動というものに本当に中国に強く当たるのかわからない、そうした非常に疑問符のつく政権というものがこれからはアメリカを引っ張っていくこととなります。このような政治状況下において日本は何をすべきかといえば、それこそアメリカの動きというものをあまり信用せず、まず日本を守るためには日本自身が強くならねばならないということに様々取り組む必要があります。そのためには憲法や法律、そして自衛隊や諜報組織の整備などできることは様々あります。日本の政治家がこうした国際情勢の変化に対応することができなければ、当然のように支持を失っていくことでしょう。日本の政治家たちにはこうした世界状況の変化に応じてもっともっと危機感を高めて日本を守るための活動をしていってほしいものです。皆さんは今回の話を聞かれてどのようなことを考えたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。